私は今、ルーマニアの首都ブカレストの市の中心部に来ています。今日はこれからブカレストの中心部を少し散策してみたいと思います。中心部の広場で何かイベントが開かれているみたいで、物々しい警備ですね。物々しい警備の中心部の広場をちょっと外れてきました。周囲はこんな感じですね。クリスマスも近くなってきたということで、街中至る所でイルミネーションが施されてて非常に綺麗ですね。イルミネーションに限らず歴史観のある古い建物、ビルがほとんど全てこの辺りライトアップされてますので、非常にそれも綺麗です。今映っているのはおそらくミニストリー・オブ・インテリアと書いてあったので、内務省だろうと思いますが、国の機関の一つですね。今日昼間通りましたら、警察官の人たちが何か抗議デモをやってました。賃上げか何か待遇改善の要求なのかなと思いながら見てましたが、そんな感じでした。行政機関のあります市の中心部の広場からダウンタウンの方に今歩いております。もう間もなくダウンタウンのど真ん中の交差点に着くと思います。今回の東ヨーロッパ、南ヨーロッパ、中央ヨーロッパの旅で、12月に入ってからですが、大体どの街でも夜になりますとこうして、主だった通りにはイルミネーションがされています。本当に綺麗ですね。まだ12月も中旬ということでさほど寒くはありません。まだヨーロッパでも南の方ですから、これから北上していくともっと寒くなるんだとは思いますけども、この辺りがダウンタウンのほぼ真ん中あたりの交差点ですね。今ちょうど時刻が夕方の6時半ということで、かなり車も多くラッシュアワーという感じですね。このブカレストはバスはもちろん地下鉄もありますが、夕方になると昨日もそうでしたが相当道が車で混みますね。車で移動される方がやっぱ多いんでしょうか。この辺りは中規模から大型のホテルが集まっているところですね。こちらはおそらく劇場だと思います。テアトルオデオンというふうに書いてあります。
市の中心部の一番のダウンタウンの交差点から旧市街の方に向かっていきたいと思います。旧市街にはこれで3回目なんですけども、ここのホテルのイルミネーションが本当に綺麗ですね。この時間になると何度もこの前で写真を撮っている人を見かけました。それぐらい現地の人からしてもイルミネーションが鮮やかで綺麗なんだろうと思います。旧市街に向かって今歩いておりますが、このイルミネーションの綺麗なホテルのすぐ隣ですね、今ちょうど中央に映っているこの建物ですが、これが何だと思われるでしょうか。なんとこれ、ルーマニアの国立銀行ですね。国立銀行も非常に立派な建物で、しかも綺麗にイルミネーション、ライトアップがされてますので、夕方この時間に来ると本当に見応えがあります。先ほどのイルミネーションが綺麗なホテルですね。ちょっと読み方が何とも言えないんですが、ザ・マーモロッシュと読むんでしょうか。ザ・マーモロッシュホテルでしょうか。非常に綺麗なイルミネーションで、その隣がルーマニアの国立銀行ですね。こちらも非常に綺麗です。で今正面に出てきたこちらも綺麗にライトアップされた建物、これもホテルで、ヒルトンホテルですね。このヒルトンホテルのこの角から先ですね、ここから旧市街のエリアに入っていく通りになります。今ヒルトンホテルの角を曲がったところです。ちょっと寂しげな感じの通りではありますが、これが旧市街に入るための一番の近道のようです。私はいつもこの道を通って旧市街に来ております。この幅2メートルちょっとだろうと思いますが、この路地を抜けると旧市街の真ん中に出てきます。路地を抜けまして、旧市街のこれが旧市街のメインストリートですね。両側にはカフェレストランがたくさん立ち並んでおります。では旧市街をくるっと一回りしてみたいと思います。ここも少し景気が悪いのか閉まってるお店もまあまあありますね。この辺りが先ほど私が入ってきた路地から出てきた入り口からするとちょうど反対側の端になりますね。
広さでいうとさほど大きなエリアではなくて、おそらくそうですね、200メートル四方ぐらいっていう感じじゃないかなと、感覚ですけど思います。ではまた元の道に戻りたいと思います。この道をまっすぐ手前に向かってきたんですけども、この左の方の道に入ってみたいと思います。まだ時間が早いんだと思いますが、割と席は空いてるようですね。この通りの突き当たりにきれいにライトアップされた建物がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。画面中央ですけども、肉眼ですとどうでしょう、200メートルぐらい先でしょうか。紫色ですねにライトアップされた非常に神秘的な建物に見えます。こちらがどのガイドブックにも載ってますスタボロポレオス教会ですね。私も覚えるの大変なんですけども、スタブロポレオス教会という有名な教会のようです。そんなに大きくはなくて、私も昼間中に入りましたが、やはりこちらも壁から天井にかけて、非常に見事な壁画が施されています。中にはパティオがありまして、そこをくるっと回れるようにもなってるんですけれども、今もこの時間なので、おそらく閉まっていると思います。紫色にライトアップされた建物がだんだん近づいてきましたね。この辺りはカフェレストランの数もちょっと少なくなってきてまして、静かな感じです。おそらくこの美しい建物もホテルだと思います。ではもう少し進みたいと思います。綺麗ですね。ちょっと今この建物がどういう建物なのか分かりませんけれども、ただ非常に紫色が神秘的な雰囲気を醸し出していて、ゾクッとするような感じですね。
それではまたメインストリートの方に戻りたいと思います。先ほどの教会ですが、なんかライトがついてますんで、まだいや開いてるみたいですね。再び先ほどの通りに戻ってきました。今、左右に通っている通りがこの旧市街のメインストリートですね。最初に路地を抜けて出てきた通りです。さすがにここはお店の数も多いですね。人の数も多いです。先ほども言いましたが、そんなに広いエリアではありませんので、普通に歩いても1時間もあれば十分、全部見て回れると思います。先ほどはここを右に曲がったんですけれども、ちょっとこの先に行ってみたいと思います。匠と書いてありますね。日本に関するものが売られているような感じではあります。この辺りが終点の少し手前ですね。戻りたいと思います。店のあちこちからクリスマスソングが聞こえてきますね。非常にいい雰囲気です。カメラを360度回してみたいと思います。今日はルーマニアの首都ブカレストの市の中心部の観光庁が集まるエリアからダウンタウンを通って旧市街の方まで歩いてきました。クリスマスシーズンでしかも夜ということで建物がどれもライトアップされてたりイルミネーションがあったり非常に見応えがあって綺麗でした。今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。